ほら、食った、来た。食ってるな。食ってる。よっしゃ、来たぞ。次はバラせねえぞ、これ。一気に寄せちゃわねえと。よし。バチリは手号。どうも、釣りといえば、魂の好機。ってことでね、今日は、うなぎを釣って、かば焼きでいただきたいと思います。ってことで早速ね、うなぎの餌、ミミズ捕まえに行こうと思います。ってことで最後までよろしく。さあ、ってことで、こんな感じの、農道の脇にあるような、ちょっとした溝というか、コンクリートでできてる、この、なんていうの、側溝みたいなとこ、こういうとこに、いっぱい、うなぎの餌がね、いるわけですね。ってことでちょっと早速ですけど、軽く掘り返して探してみましょう。はい。ミミズの餌場を見つけるのも一つ、技術です。ミミズじゃねえ、うなぎの餌場だった。失礼しました。でもこういう風にですね、毎回取れる場所があるんで、そういうとこを押さえておいて、取りに行くっていうのは結構いや、痛い。上等な手段です。はい、取れました。ちょっと小ぶりだけど、一匹目。こういうところにだいたいいるんですよ。ほら、いた。2匹。あ、ここにもいるな。小さいな、ちょっと。サイズが小さいやつは僕は無理やり取りません。いっぱい取っても意味ないですから。太めのちょっといいミミズだけを選んで取っていく。もっと雨が降ってればもっと簡単に取れるんだけどね。ちょっと雨が少ないから最近はね。それでもいくらかいるけど、ちょっと小さいな。ちょっと小さいけど。この辺にも結構いるはずだ。お、出てきた。お、でかくていいミミズだ。これぐらいのミミズがいいね。いた。でかいな。長い。ほら。これがミミズね。よいしょ。はい。ゲット。お、いいね。苦手な人は苦手だろうな。この映像。うわ、すげえ。輝くミミズ。はい、すごい量のミミズでございます。こんだけあればとりあえず十分だな。いやー、疲った。ってことで、ミミズをだいぶ取りましたんで、早速、川に行ってみよう。あー、疲れた。あ、そうそう。ちなみにね、ミミズ取るときは手袋してください。手袋をしたまま握ると、意外とミミズが逃げません。ね。ってことで、手袋忘れないようにね。そんなわけで、早速ですけど、釣りに行きます。これ俺がよく使ってる手袋ね。こんなやつ。ってことで行ってみよう。さあ、ということでね、川に着きました。ね。早速やっていくわけなんだけど、今回ね、使う道具、簡単に紹介します。とりあえずまずはね、竿。普通のバスロッド。ね。ルアーを投げられるようなルアーロッド。これで十分です。今回俺が使ってるのは、キャスティング用の10フィート、ちょっと長めの竿と、今俺が持ってる6フィートのバスロッド。ね。この2種類の道具を使って、2種類の竿を使って釣っていきます。でリールはね、適当なやつ。安いやつ。うなぎはこれで十分です。そういうこと。やべ、仕掛けがズボンに刺さってる。さあ、それから仕掛けに関しては俺のオリジナルのうなぎ用の仕掛けです。はい、こんな感じ。誘導式になってますね。で先端に針がついてる。簡単に言うと重りと針っていう非常にシンプルな仕掛けね。ちなみにこの仕掛けは発売しようかなと思ってます。だって簡単なんだもんこれ。糸結ぶだけね。そんな感じってことで早速餌つけてやっていきましょう。とその前にうなぎ釣りの便利アイテム、
こいつ。これ大事。ね。ちなみにこいつは日本製です。いい感じ。これは電池です。電池を入れると光ります。で、当たりが来たら竿先が動いて当たりを知らせてくれる、いわゆる目で当たりが分かるタイプの道具。そしてもう一つ便利アイテムがあります。みんな知ってるやつ。持ってきます。便利アイテム。こいつです。鈴。ね。この鈴を竿先につけることによって、竿先が動いたら当たりが伝わってくる。耳で当たりを取れるという。このベルが鳴ったらすかさずハンドルを巻いて寄せてくるっていうね。耳で魚を釣っていく、そういう感じです。ってことでね、早速鈴つけてミミズつけて投げて、うなぎ、天然のうなぎ釣っていきましょう。じゃあとりあえず鈴をつけます。鈴はね、こんな感じでねじって緩めて挟むだけ、挟んで締めるだけっていう非常にシンプルな構造です。はい。これしっかり締めないと投げた時飛んでっちゃうんでね、しっかり締めます。これで OK。 バッチリです。ミミズをつけます。生きのいいミミズを掘り出します。なるべく大きくて元気になるやつがいいな。どうだこいつは。お、いいね。こいつでいきます。さあ、ミミズはね、素早く綺麗につけるのがコツです。はい、やっていきましょう。これ毎回やってるんですけどね、このミミズの体の中を綺麗に針が通るようにしてあげる。この帯の部分は急所なんですよ。この急所の部分は外して針を刺します。一瞬でいきます。スッと入れてパッとつけると。はい、これでバッチリで、ミミズの体の中を釣り針が通る状態。ミミズはいつ刺されたのか分かんないぐらいな感じでございます。はい、そしたらこのまんまベールをパチンとね、このベールをパチンと返してまっすぐ遠くに投げます。いきます。ほい。ナイスな飛距離。バッチリです。さあ、そしたらこのような竿立てに釣り竿を立てかけて鈴が鳴るのを待つだけですね。しっかりと目と耳で釣っていこうと思います。さあ、ということでね、今日は竿3本持ってきてますから、3本竿持ってきてますんで、とりあえずまず1本投げましたんで、残り2本も餌つけて投げ込んでいきたいと思います。やってみよう。さあ、やっちゃいましょう。竿の本数が多くなるとね、面倒見るのが大変なんですよ。なので、俺はマックス頑張っても3本が限界です。はい、とりあえずパパパッと餌つけて投げちゃいましょう。なるべくちょっと太めのでかいミミズがいいな。せっかく餌に使うんだったら生きのいいでかいやつがいいね。よいしょ。しっかりときれいに、はい、刺してあげる。こいつで釣るわけですね。さあ、投げます。ライトは後からつけます。とりあえずまず先に餌を入れないと。いいね。深いね。で、投げ込んで先端のライトを始動させると。よし。パッキング濡れてないとつきづらいから。よし、 OK。 3本目はちょっと内側に入れたいな。絡まないように。広範囲にバラバラに全部セッティングしてあるけど、さあ果たしてどうなるのか楽しみだね。とりあえず今日の目標は、よいしょ、かば焼きサイズが釣りたいです。はい、
やべ、当たってる。ちょっと待って。早いんで当たんのが。何にもしてねえよ、まだ。もう当たってたよ、今。さあ、待ちます。さあ、この竿がね、並んでるこの感じがいいですね。たまりません。さあ、当たりが来るのを、待ちたいと思います。はい。待ってましたと言わんばかりの当たりが来ることを期待しております。ちょっと準備をいろいろ進めておこうと思います。はい。とりあえずうなぎが釣れた場合はですね、蓋付きの入れ物に入れないと逃げられますんで、これですね。この蓋付きの入れ物。これに水を入れて、うなぎがいつ釣れてもいいように準備しておこうと思います。あとそれからね、うなぎは釣れた後に針を外すのではなくてですね、糸をちょんと切って、そのまんま放っておくと勝手に針を外します。ハサミも今のうちに準備しておきます。ヒットでございます。来ました。うわ、軽くなった。外れた。なんですって。うわ、うなぎだったな、これ。ほら、ぬるぬるがついて帰ってきました、これ。完全にやられたな、これ。しょうがねえ。次に期待だな。やばい、当たってるわ。よし。よっしゃ、来たぞ。次はバラせねえぞ、これ。一気に寄せちゃわねえと。さあ、来い。来い。引いてる。なんだこれ。お、うなぎっぽくね。何これ。よっしゃ、来た。はい、バッチリ。本命でございます。ありがとうございます。いただきます。よし、一匹ゲット。ちょっとちっちゃいね。最後ちょっとよく見てみて、明るいとこでよく見てみて、と思ったら逃がして、今回は大きいやつだけできれば持って帰りたいなと思います。ということでね、引き続きやっていこう。乗ったわ。乗った。よし、来た。バッチリ。これはいいぞ。間違いなくいいわ。なんか強いぞ、これ。早く上げちゃわねえと。うなぎだったらでかいな、これ。さあ来い。絶対これはいい魚だと俺は信じてる。来た。よいしょ。俺来た。でっかうなぎ。よーし。いただき。やりました。でかいいいうなぎが釣れたわ。よし。しめ。さあ、仕掛けを外して、バッグに入れておきます。いいうなぎだ。うわ、顔がかわいいじゃん、これ、うなぎ。よし。はい、やりました。いい感じでございます。これはかば焼きサイズでしょう。狙い通り。あ、食ってるな。持ってる。いったわ。よし、乗った。バッチリだわ。よし。一気に寄せます。はい、来たー。はい。3匹目。さあ、続けて投げますよ。いきます。ほい。釣れますように願います。いやー、1匹取り逃したのはちょっと惜しいけどね、続けてやっていきます。やっぱりうなぎは面白いね。かかるときはいっぺんにババっとかかるね。タイミングってやつかな、これはね。ってことで、そのタイミングが来るのをゆっくり待ちます。はい。あ、そうちなみに俺はよくさ、動画で言ってるんだけど、竿先は細かくプルプルって震えたら大体うなぎだから、いきなりズンと当たるやつはもうちょっと違う魚かもしれないな。当たってる。あ、来たわ。小
小さいな。乗ったかな？乗ったわ。ついてるな。小さいな、でも。多分うなぎっぽいな。乗ったけどこれ小さいぞ。XG で巻きてえわ、これ。エクストラハイギアで。水中に入れてる時間が長きゃ長いほどバレると思ってっから、俺は。よいしょ。はい、釣れた。ちっちゃい。これは逃がさなきゃダメだな。ペットサイズだ。はい、釣れました。よいしょよし。さあ、またぶん投げるぞ。ここから。うわー、すげえ飛んでるわ。いい感じ。あ、食ってるな。食ってる食ってる。行きましょう。よし。うわ、これでかっ。これでかいわ。一気に寄せちゃおう。うなぎならでかい。よいしょ。よっしゃ、でかいじゃん。よーし。バッチリだ。よしよしよし。はい。いってらっしゃい。よしよしよし。釣ったぞ。よし。よしよしよし。いい感じに釣れてます。ってことで、次のうなぎも狙いましょう。素早く仕掛けを準備しておいて、針を付け替えて、餌をつけて投げ込むと。手返しが重要です。はい。うなぎ釣りって結構暇だと思われがちなんだけどね、全然暇じゃないです。むちゃくちゃ忙しい。急所はしっかり外しながら刺すのがコツなんで。よし、できた。つけました。投げます。さあ、またもやぶん投げますよ。いきます。ナイス。ぶん投げ。よし、あとはこのまままた待つだけ。簡単でしょ。ほら、来た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 。来てますよ。これは来てる来てる来てる。忙しいなこれ。おい、さあ来てるよ。よし、バッチリだ。サイズはわかんないけど。よし、釣れた。チビだわ。ああ、やりました。またもや仕掛けを遠くにぶん投げ。もう一本の竿もこっちとらぶん投げで、鈴の位置がちょっとおかしくなってたらしっかり直す。これ大事だね。よし、さあどん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 釣りましょう。やばい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 。めっちゃ来てる。めっちゃ来てる。よっしゃ、来た。うわ、外れた。惜しい。竿取られそうだなと思って走ってきたけど、ああ、何もなってねえわ。あ、やべ、隣の竿かかってるっぽいな。当たったぞ今。やべえ、これ入れ食いの合図じゃねえかこれ。やべえ、食ってる。ちょっと待て。やばい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 。当たってる。来てる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 。食ってるわ。しめしめ。しめしめしめ。餌つけてる間に来てました。さあこれ入れ食いになりますよこれ。一気に畳みかけるように準備しなきゃいけません。一気に寄せてこないと。よいしょ。ういえし。バッチリやん。はい。ナイスうなぎです。これ悪くないサイズ感だな。よし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 。危なかった。針ギリギリだったなこれ。外れる直前ぐらい。ほらね。あ、でも大丈夫だ。しっかり骨いってるわ。これなら外れねえわ。よし、いい感じだ。やばいやばい。この入れ食いの時っていうのはね、タイミングなんで一気にかかるようになるんですよ。やべ、ごめん、ちょっと今喋れてなかった。この入れ食いの時っていうのはね、一気に畳みかけるようにヒットするんです。だからのんびりしてる場合じゃないんですね。どんどん針を刺して餌を投げ込んでいかなきゃいけません。はい。なので
とにかく針つけて餌つけて、とにかく投げる。早めに水に入れる。これが鉄則です。で、古い仕掛けはもう回収。もう食わないと思ったら回収です。はい、釣れてました。入れ食いだ。釣れてないと思ってたらもう釣れてました、こっちの仕掛けも。いや、とにかくね、もう入れ食いの時はもう忙しいってられしない。もうどんどん餌つけて、針つけて投げないとね。そうそう、タイミングで一気に釣れるからね。群れで来るんじゃねえかってぐらいいっぺんにかかるんですよ。だからね、急いで準備して入れてやんないと、えらい大変なことになります。あ、やべ、もう食ってるじゃん。ほら、全然暇じゃねえよ、うなぎ釣り。めっちゃ忙しいわ、俺のうなぎ釣りは。やばいやばい、食ってる。食い込んだら合わせよう。あ、いったかな。あー、食い込んだな。大丈夫だ。食った。よし、乗った。うなぎのプロだな、これ俺。これ、うなプロですわ。小さいな、でもこれ多分。よいしょ。はい。入れ食い。はい、入れ食いです。どんどん釣れる。わあ、また可愛いうなぎだ。可愛いうなぎが釣れました。ギリギリ食えるか食えないかってサイズだな。まあ、いいでしょう。いただきます。来た。来たよ。これはうなぎだわ。絶対うなぎ。しかもでかいよ、これ。パラパラっていうこの鈴の感じ、間違いない。絶対でかい。さあ、一気に寄せてこよう。さあ、来い。もう絡んでてもいいんだ、別にこの際。正直。何でもいいんだ、上がりゃ。よいしょ。隣の人と絡んでるわ。やばい。とりあえずなんとかキャッチできたぞ。しかし、仕掛けが絡んでる。うなぎが落ちた。うなぎだけとりあえずキャッチできれば。タオルは滑り止めです。はい。うなぴょんです。ああ、怒ってる。あんま触ると弱りますんで。はい。しっかりと入れ物に入れておきます。いただき。ちなみにね、しばらくやって当たりがないときは、一旦回収して仕掛けを絡まってないか、餌がぐちゃぐちゃになってないかとか、餌が取られてないかとか、そういうのをチェックすることが大事になります。ちなみにね、動画の中ではかなりカットされてるんだけど、俺、めっちゃ細かくチェックしてます。これ大事です。ぜひやってみて。真ん中だね。来た。いや、食い込んだらだな。あ、食った。いった。乗ったな。よし。バッチリだ。入れ食いでございます。すごいですね。もうボンボコかかりますね。一晩で果たして何本今日は釣れるのか。小さいやつは逃がしながら、大きいやつだけ持って帰ります。はい。一気に寄せます。バレないように。水の中に入れてる時間が長ければ長いほどバレますからね。はい。一丁上がり。ありがとうございます。はい、いただきでございます。いただきうなぎでございます。ありがとうございます。はい。あ、もう一本も食ってるわ。食った。しっかり食い込んだらいくよ。まだだな、食い込んでないな。しっかり食い込んだら合わせます。とりあえず先に餌つけとかねえとな、もう一本の方も。いや、素晴らしいな。本当に今日入れ食いですよ。入れのグイグイでございます。どんどん釣れるな。素晴らしい。しかしサイズがまばらなので、いいサイズが来るまでひたすらやるしかないね。一回当たったけど、こっちはどうだったんだろう。ちょっと怪しいな。一回上げて餌つけ直しとこう。餌はできるだけ付け替える。様子がおかしいと思ったら上げてみる。
これ大事です。よいしょ。やっぱ餌ついてないね。うん。こいつは釣れるわけねえわ。よし、餌つけます。当たったけどダメだった場合は、とにかく餌付け替えてしっかり投げ込むのが大事。いい感じです。来た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 。来ました。真ん中赤いやつ。あ、これそうだわ。うなぎが来てます。おら乗った。よし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 。絡んじゃったかな。あ、隣と絡んだっぽいな。絡むと外れちゃうんですよね。さあ、一気にやっちゃいましょう。よいしょ。でかいじゃん、これ。よーし。でかいサイズだ。グッド。いい？どんどん釣っていきましょう。あー、食ってるな。いったかな。あー、食ったな。いった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 、乗った。食ったわ。バッチリやね。さあ、あとはバラさないように巻いてくるだけだ。あとは手前の仕掛けにも絡ませないようにダーッと巻いてくるだけ。何本釣れるんだこれ今日。入れ食い中の入れ食いでございます。ありがとうございます。はい。サイズはまあでも軽いぞこれ。結構巻きが外れちゃったかな。途中でついてるかな。ついてるわ。はい、釣れました。ちっちゃいペットサイズだなこりゃ。とりあえず釣れてます。おー、来た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 。まただよまた。あー、いってるな。食ってるな。こっちのこの緑の方はもういけるやろ。まだ早かった。ちょっともうこのまま置いておこう。多分近くにいるはずだから。匂いでまた寄ってきて食うはず。ちょっと早かったな。まだ1メーターぐらいしか離れてないやろ場所から。1、2メーターだったらまだまあ誤差だな。匂いでやつで寄ってきて食うはずだから。やべえ、食った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 。これは間違いなく行きました。ほらね、やっぱりちょっと離れてるところでも追っかけてきて食うでしょ。一回当たっても無理やり上げずに待ったりするとこうやってかかったりするわけよ。お、いいサイズだと思うよこれ。おいしょ。ほら、いいサイズじゃん。よし、バッチリだ。でかいやんこいつ。これでかいよ。結構いいサイズだな。元気満々だわこれ。よし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 。これはかば焼きだわ。いただきます。いや、それにしても青いうなぎが全然釣れねえわ。全部茶色いな。普通のやつだな。本当に青いうなぎっていうのはレアなんだな。こんなにいっぱい釣っても一匹も青いのはいない。湖にいる錦鯉を釣るぐらい難しいかもしれないな。あ、これ来てる来てる来てる。これは来てますね。はい、食ってます。しかしちょっと小さそうですね。今度からもっと速いリールで巻き取りの速いリールでやろう。今度から遅い回収が。よいしょ。あー、絡んじゃった隣と。まあまあまあ大丈夫、なんとかなった。はい、チビサイズ。チビすぎますねこれ。見てくださいこの素晴らしいミミズを。はい、これは釣れるに決まってるわ。ああ、いいね。ナイスキャスト。さあ、あとちょっとやったら今日は終わりにしようかな。さて、ってことでね、しばらくやってるんだけど、あとちょっとやったら終わろうかなと思います。さあ、ラストスパート。1匹ぐらい釣って帰りたいね。でももうちょっとで夜明けだからね、違う魚がかかるようになっちゃうんですよ。だからそれまでには1匹釣りたいなと思ってる。なんだおい。ずいぶんなんかずいぶん激しいなおい。なんだこれ。かかってんのかこれ。かかってないだろ。食いついてはいるけどなんか動きがおかしいな。
乗った。足掛け絡んでめっちゃ重たくなった。これがラストかな。よいしょ。ピントがなかなか合いません。すごいこのパワーが半端じゃない。さあ、ということで道具を片付けて帰りますよ。最後の一匹キャッチ。いい感じ。うわ、すごいなこの量。これはすごい。むちゃくちゃいっぱいいるわ。いやー、うなぎパーティーだなこりゃ。小さいやつはもうある程度逃がしたんだけど、それでもこんなにいっぱいいる。すごい数だ。したらこれだ。エアーポンプ。電源今入れてんだけど、これで酸欠にならないようにして泡を入れて持って帰っていけすに買っておきます。こんだけいっぱい釣っても青いうなぎが一匹もいないのは本当にすごい。前回のうなぎは超レアだったな。よし、さあしっかり蓋をして、よし、持って帰ります。よいしょ。よし、ってことでしばらく寝かせておきました。はい、おはようございます。さあ、ってことでちょっと選別していいやつを今日はいただきましょう。よいしょ。すごい。さあ、この中から大きいやつを選んで持っていきます。小さいやつは省いていこうね。よし。ってことで今日はこの3匹太くて大きいやつね。こいつをいただきます。新品のうなぎを食べるお皿まで買ってきました。はい。お皿というかお盆ですね。これ。もう他いろいろ全部準備済みです。早速行ってみましょう。OK! ってことでね、早速ですけど、食べます。まずはね、氷を入れて、うなぎの動きをちょっと鈍らせておきましょう。はい。ちょっと氷準備しておきました。いっぱいあります。氷を入れて、まあ半分ぐらいでいいかな。よいしょ。で、うなぎを、うわー、手の感覚がもうなくなってくるってことは、うなぎはもう今動けなくなるんだろうな、これで。めっちゃ冷てえわ、これ。たまらんな、これ。よし。よいしょ。まあ、さばくのに台が必要ですから、クーラーボックスを台にします。いつも通りユニフォームに着替えましょう。ってことで着替えます。1、2の。はい。パッと着替え終わりました。さあ、ということでね、早速ですけど、さばきたいと思います。行ってみよう。まあ、とりあえずね、うなぎの頭がね、固定できないとさばけないんで、よし。アイスピック。これで、うなぎの頭を刺して固定してさばきます。さあ、とりあえずですね、やっていきましょうよ。ね、これでやります、道具は。カッターナイフと、アイスピック。この2つでさばけます。よし。さあ、しっかり冷やして、よし。で、さばきましょう。どいつからさばこうかな。冷たい。これだな。よし。さあ、さばきましょう。うなぎをさばきます。いきます。はい。バッチリ。したらこれ敷いとかないとこれ滑りますから、これ。さあ、滑り止めで下に敷いて、よし、いける。いきます。本当は手袋がしたい。やべ。手袋しねえとめっちゃ怖えわ。よし。はい。たらーん。開けました。
したら内臓を取っちゃわないとね。よし、綺麗に取ります。ちなみにうなぎのこの血は毒があるって言われてます。はい。やばい、温まってきた。やばいやばい、動き始めた。まずい。これはまずい。骨を取らなければ。いやー、動くな、うなぎ先輩。よっしゃー。たらーん。骨、きれいに取れました。こちら、ご覧ください。私がさばきましたうなぎでございます。綺麗でしょこれ。上手でしょ。これですよ、これ。カッターナイフのクオリティとは思えません。さあ、とりあえずまず1匹目でございます。よし、まだ動きます。生きてます。この顎の下、とりあえずちょんとかけて穴に刺す。でさばきます。はい。いや、うまいこといけるかな。慎重にいきましょう。早くやる必要がないからね。身が綺麗だな。上手じゃね。よし。さあ、あとはこの肝をきれいに外します。これ血だらけになっちゃうんで気をつけながら外しましょう。うまい、上手、さすが俺、最高。はい、完璧です。たらーで畳んで入れておく。でクーラーボックスに一回めんどくさくてもしっかり入れていく。今動かなくなっているうちに行きます。よし、行きます。はい。時間をかけずにと言いながら少し急ぎ気味でやります。なぜならあったかくなると彼らはですね、動き始めちゃうんですよ。氷の影響で冷たくなってて動かないだけなんですよ。こいつらが本気出したらもうめちゃくちゃ暴れますからね。まともにさばけたもんじゃねえと思います。でまだほらちょっと残ってます。こっちまで綺麗に最後までさばく。よし。やばい、動き始めた。やばい、動き始めた。急げ。やばい。急がんと。骨がね入ってるうちは暴れるから、骨を取らないと。急いで骨抜きにしてやらねえと。やばい、動いてるからさばけねえ。よし、オッケー。疲れた。またこれも綺麗に取れました。いやー、腰が痛くなりますね。よし、こいつもいい感じです。我ながら自分のこのうなぎをさばく腕前に、惚れ惚れしております。はい、よっこいしょ。さあ、そしたらね、炭を準備して火を起こします。薪を集めに行きましょう。行ってみよう。さあ、どうだろうな。あ、これです。この乾いてるやつ、一日中日が当たって乾いてる、これがかなり燃えやすいから。バラがある。危ねえ。危険な場所にいいものがたくさん。あとはちょっと大きめの枝とか、足の葉っぱを回収しようと思います。向こうがいいね。あった。この枯れてるやつ、この折った時パキパキ音がするタイプの薪はね、想定の倍ぐらい持っておけばだいたい大丈夫だな。うなぎを食べるって本当大変ですよね。一からやるってなると時間がかかります。はい。
なんせ餌代タダですからね。釣り道具さえ持ってれば大丈夫っていう、そういうもんです。よし。まあ、こんだけあれば大丈夫かな。ね。よし、行ってみよう。風向きが、今からこういう風に吹いてます、今風が。だからこっちにね、薪を置いておくと燃えたら大変だから、風下に薪を置かないようにして、火起こしします。さあ、とりあえずね、じゃあまずは一番簡単に火がつく。一番軽いやつ、細かいやつ。これをこんな感じで、鳥の巣みたいにしておきましょうね。空気が入る状態で。しっかりと火が燃えるようにするために、空気の出入り口を作りつつ、この枝を、とりあえず3番に入れておきます。これ足の枝ね。乾いた足の葉っぱをこんな感じで立てていく。ライターで火をつけます。今日は風がついているから、風が強い日だから結構簡単に火がつくと思います。さあ、そしたらちょっと大きめの枝も太めの枝も入れて、火力を強くしていく。そう、なんていうの、空気の出入り口がここにあるんだけど、これを風上に向けておく。で、火がついてきたら、まずは小さめのものから、よいしょ、入れていく。おお、今日は火が強くていいね、やりやすいわ。前は風がなくてえらい苦戦したんだけどね、今日は大丈夫みたい。あちちちち。さあ、そしたらうなぎに杭を打ちます。はい、串を打ちます。よし、そしたらだいたい半分の位置で真ん中で切る。よいしょ。真ん中で印をつけて、今度で切る。まあ、七輪が小さいからね、切れない、なかなか皮が分厚いんです。よいしょよいしょ。今回はね、串を打って蒸し焼きでしっかりいただいていこうと思います。串を打ちましょう。これね、串打つのが難しいんですよ。これ手袋せずにやって絶対指にぶっ刺さりそう。爪と皮膚の間に刺さったらもう玉城発狂でございます。反対側貫通してない。大丈夫だね。はい。で、いっぺんに3匹同時に焼けるようにします。よし。ってことで早速だけど焼いていきます。綺麗に串打ててるでしょ、これね。じゃあいきますよ。てらっしゃい。まず皮目からね。さあ、いい感じです。もう匂いがちょっと、この炭の匂いがもうすでにいいね。まだちょっとうなぎ焼いてるなって匂いはしないんだけど、やっぱ土曜の丑の日ってぐらいだから、やっぱこれね、しっかりうなぎ焼かないと。自分で釣ったうなぎを食べちゃうっていうのがまた野生的だよね、これね。今回蒸し焼きってことで、なんか全体に火が通らなくてもいいらしい。ちょっと俺も初めての試みだからどうなるか分かんないんだけど、とりあえず焦がさないように焼いていくことが先決ですね。前の動画の時はちょっと焼きすぎちゃったなと思ったんで、今回はいい調子でやめておきます。よし。はい、こんな感じで白焼きになりました。なので一旦串を抜いてこっちに入れておきます。串打ち3年焼き一生っていうらしいです。それを玉城はこんないい加減な100円ショップの串とうなぎをタダでうなぎをミミズで釣ってですね、こんなことやっちゃうんですからね、うなぎ屋さんにいつか閉められそうですね。はい、見よう見まねでございます。ありがとうございます。とりあえずそれっぽくはなりましたんで、またやっていきます。強火で一気に仕上げます。火力は強めです。皮目からいきます。うわ、うまそう。最高だわ。よし。すごい量のうなぎになりました。ってことでね、これを今から酒蒸しにします。やってみよう。 OK。 そしたらこれステンレスプレート、これ今日買ってきたやつ、これにうなぎをとりあえず一旦置いておきます。いい感じに焼けてますね。そしたらこの飯盒にお水を入れます。こんなもんかな。もうちょっと入れとこうか。そしたら次、これアルミホイル、これね、アルミホイル、これを
なんか適当にダマにして、うなぎと直接接触しない状態を作る。水が。こうやって、蓋をします。ね。そしたらこの上にうなぎを並べていく。ちょうどギリギリかな、これ。ギリギリだな、これ。はい、入りました。料理酒。これを振りかけます。パラパラパラーっと。こんなもんかな。蓋をする。はい。ね。よし。したらこのまま火にかけて、20分もしくは30分ぐらい蒸します。やっていきましょう。さあ、ちょっと心配だから今日は30分ぐらい蒸してみようかな。はい。ってことで、あとは待つだけ。いい感じ。さあ、その間にちょっと片付け進めちゃいましょう。あち。いい感じ。さあ、見てください。すっかりこの感じでございます。もう夜です。もう夜。はい。ってことでね、30分蒸しましたんで、早速開けていきましょう。熱っ、これダメだこれ。これがないと開きませんから。ちょっと開けてみましょう。ほっ。おー、蒸されてます。しっかり蒸してる。でも随分まだ下に水が残ってるね。今日はなんかこれ怪しいですね、これ。なんか、金魚の水槽みたいな匂いしますけど、これ。大丈夫なんでしょうか、これ果たして。これ食えんのかな、これ。まあいいでしょう。とりあえずちょっとじゃあ、そうですね。これお酒で、この金魚の水槽の匂い取れんのかな。皿に、銀の皿に移してから、串をもう一回刺して、タレをつけて仕上げていきたいと思います。とりあえず軽く水分を飛ばして、タレをつけて焼きます。やっていきましょう。よし。うわ、ふっくらしてる。これはね、ふっくらしてます。かなり。今までのうなぎとちょっと違う。ホロホロしてるから、これ、串刺すのが大変かもしんない。さあ、串を刺して焼き増しします。はい、熱っ。こんなふっくらしてて大丈夫なのかな。焼けるかな。ちょっと心配だよ、俺。いや、めっちゃふっくらしてる。大丈夫かな、これ。心配なほどふっくらしてます。こんなに柔らかいうなぎは知らないですよぐらい柔らかいですね。この状態で、タレをかけたいと思います。これですよ。うなぎのタレ。ね。かば焼きのタレじゃないですよ。うなぎのタレですから。こいつで焼きます。うわ。いい感じです。贅沢に。あ、すげえ。いつもと違ってあんまり弾かないね。いつもは、焼いてすぐにやると弾いちゃうんですよ。タレをね。今回タレが馴染んでる。ぐさっと刺して。よし。はい。したら、ちょっとこのままタレをかけて、馴染ませておきます。このタレを馴染ませてる間に、お米を炊いちゃおうと思います。さあ、お米を炊きます。2合炊きます。もちろん国産のお米です。こんなもんかな。はい。よし。そしたら、これも、直火で。あとは、待つだけ。さあ、とりあえずね、七輪の場合は、火が一定じゃないから、ちょっと様子見ながら、こう蒸気が出てきたりとかして、いい感じかなと思ったら、パッと、ここからですね、離して、蒸して、仕上げていこうかなと思います。触るとわかるんですけど、これコツコツ音がするんですよ。コツ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 って。今まだね、沸騰してないから何も感じないんだけど、これがなくなって、いいかなと思ったら蒸らしに入ります。そんな感じでやっていこう。さあ、馴染んできました。タレが。そして、ご飯もあと数分で完成です。タレも追いダレ準備万端。もちろん山椒も準備 OK。火加減もパーフェクトです。
さあ、あともうちょっとで食べられる。さあ、いけてるっぽい。オープン。いけた？いけてる？お、大丈夫っぽい雰囲気だ。いけるいける。熱々。いただき。生かなちょっと水多かったかなって気がするけど、まあいいだろう。ご愛嬌ってことで。ということで、早速ですが、火に、うなぎ、大本命のうなぎを入れていきたいと思います。ちなみに向こうでは花火が、こっちでも花火がドンパチ上がっておりますが、そうですね。やりたいけど、うなぎ食べます。やっていきましょう。皮目から、ズワーン。これは間違いない。さあ、皮がついたら一気に焦げやすくなります。皮じゃない、タレがついたら。なので、タイミングですぐひっくり返します。すぐ焦げちゃいますからね。そしたら、またタレをつけます。おいでタレをかけましょう。これハケが必要ですね。ハケ出します。軽くハケもちょっと水で流して、よし。大丈夫かなこれ。ハケめっちゃ臭いんだけど。ハケめっちゃ臭いですこれ。これは俺濡れません。ダメです。しょうがねえ。このままペタペタつけるしかねえな。まあそれでもついてるはついてんだよね、一応タレは。で、ぐじゅぐじゅになっちゃうのこれ。あんまいじると。焼くの難しいなこれ。よいしょ。タレは3回つけて焼きます。おお、全然違うやん。なんかいつもと違うわ、やっぱりなんか色の照り具合が。ちょこちょこ焼くことがあるんでね、わかるんだよ。このいつもと違うなっていうのは感じる。うん、なんか違う。串取ってこれ焼いた方がいいな、これ。やはり焼きやすいよ、これ。蒸し焼きにするとめっちゃふわふわだわ、身が。さあ、ラスト1回、タレにつけます。よいしょ。タレにしっかり馴染ませてあげる。身がかなりね、難しい。ぐじゅぐじゅになっちゃう。素晴らしい光景が目の前に広がっております。もうこんなもんかな。よし。はい。まずはこんな感じです。まずはね。第2杯いきます。へい。これでもかってぐらいタレをつけて焼く。ホロホロになっちゃうね、身が。うわ、でもいい色だわ。さあ、ラスト1回タレにつけて終わりましょう。タレのお風呂に連れて行きます。地味にタレが減ってるってことはやっぱりね、ついてるんですよ、こんだけたくさんタレが。ちょっと食べてみるか。いただき。うなぎです。いやー、なんかこれ惜しいな。なんだろうこれ。失敗してる気がする。見た目はいいんだけどな。この入れ方じゃない方が良かったのかな。酒が足りなかったかな。先につけておくレベルだったかなこれ。やばい、焼ける。焼きすぎちゃう。やばい、ぐずぐずになった。このまま食いたかったけど、このお皿をただ使いたいがために、一回お引っ越しさせます、これ。全部強制退去させます。いやどうでかすぎだろ、これ。さあ、いい感じに、米が漏れました。したら、この米に、こいつを、かけちゃいます。いってらっしゃい。からの山椒。いってらっしゃい。さあ、そして金色に輝くうなぎ。いってらっしゃいませ。
てててれれれれれれれ。すごいことになってきました、これ。すごいことが起きました、これ。てってれー。うなぎ山です。山椒、最後にかけます。はい。完成です。うなぎ丼。いただきます。じゃあまた贅沢にうなぎだけいただきます。やっぱ土用の丑の日はうなぎに限るね。夏と言ったらラムネでしょう。いやいやいや、もうこれですよ。夏といえばじゃないんすか。まあ、釣りといえば玉城なんだけどさ。てかどこ行った？なんかパーンってやるこのなんか変なやつなくなりましたね。あったあった。3秒ルール。これですわ。はい。いただきます。うまい。ラムネにうなぎってもう無敵でしょ。いただきます。いつもより柔らかいな、やっぱり。蒸すと。なんかでももっと工夫したらもっとうまくなりそうだな。あとやっぱり、前回、青いうなぎを釣って食べてるんだけど、青いうなぎの方が、まあ贅沢なこと言っちゃうと、全然あっちの方がうまい。まあこのうなぎが並だとしたら、青いうなぎは特上ぐらいの違いがあるかな。いただき。よし。ごちそうさまでした。で、いやー、お腹いっぱいです。ってことで、まあこんな感じで今回は、うなぎの動画、ね、撮っていきました。まあ、また近々、うなぎ、釣ろうと思います。ね。ってことで、今日はこの辺で、じゃあまた、バイバイ。